ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーのルフティミスティベージュを7玉使用してカーテンを編みたいと思います。こちらが詳細になります。材質はポリエステル 100% の糸になります。こちらが完成作品になります。柄が見やすいように照明を落として撮影しています。窓が幅が70センチになります。作品は寸法が平置きで幅87センチから88センチ、丈が68センチになります。幅や丈を調整する場合は幅の作り目を17目の倍数プラス19目で、丈を変える場合は段数を8段の倍数プラス1段で編んでください。出来上がったら突っ張り棒に通してこのようにかけました。突っ張り棒も100均に売ってますので糸と合わせてご購入ください。こちらが使用針になります。3.0mm の5号針を使用します。糸端を手前に針に糸をかけて糸を引き出して向こう側を引っ張って輪を縮めてから鎖を編んでいきます。206目編んでいきます。2、3、はい、206目鎖を編んできました。そしたら細編みを206目編んでいきます。1目立ち上がって、最後の、作り目の206目目のところの、鎖の裏山ポコッとしたところちょっと入れづらかったんですけど、このように糸を引き出して針に糸をかけて引き抜いて、これで細編み1目編めました。マーカーを入れて、印にします。2目3目、はい、細編みで206目編んできました。そしたらここから模様編みになります。3目、鎖3目で立ち上がって、これ長編み1目分になります。ここが端の目で、2目目のところに針を入れて、長編みを編みます。これで長編み2目になったところになります。立ち上がりの鎖3目目にマーカーを入れ忘れたので入れておきます。もう1目長編みを編みます。はい、これで長編み3目編んだことになります。そしたら鎖を5目編んで、細編みを4目飛ばして2、3、4目飛ばして5目目のところに中長を編んでいきます。中長を5目編みます。1、隣の目に針を入れて2、隣の目3、4、5、中長を5目編んだら、また鎖を5目、1、2、3、4、5目編んで、4目飛ばして、5目目から長編みを4目編みます。1目ずつ、2、3、4目、
そしたらまた鎖5目、中長5目、鎖5目、長編み4目の繰り返しになって編んでいきます。4目飛ばして5目目に中長。はい、模様編み1段目の最後に来ました。中長5目編んで鎖5目編んだら、4目飛ばして5目目に長編みを3目、1目ずつ3目編んで終わります。段の最初と同じ編み方で段の最後も終わる編み方になります。はい、長編み3目編み終えたら模様編みの2段目に入ります。立ち上がり鎖3目編んで3目目にマーカーを入れて鎖を1目編んだら編み地をひっくり返して長編みを4目編みます。前段の内側の端の長編みの目に針を入れて長編み1目編んだら鎖のところの穴のところに側に針を入れてここに長編みを3目編み入れます。側に針を入れて長編みを3目編んで全部で4目長編みを編みました。そしたら鎖5目編んで、中長を3目編みます。前段5目編んだので1目飛ばして2目目の中長のところに中長を編みます。中長2目でこれで中長3目目になります。そしたらまた鎖5目で上がって長編みを4目編みます。この鎖の穴のところに長編みを3目側に編みます。2、3、長編みを編んだら4目目はこの端の長編みの目に針を入れて長編みを編んで鎖2目編んだらまた端の向こうの端の長編みの目に長編みを編んであとの3目の長編みは鎖に側に針を入れて編みます。そしたら鎖5目中長3目鎖5目長編み4目鎖2目の繰り返しで編んでいきます。2段目の最後長編み4目編んだら鎖1目編んで長編みを1目編んで終わります。このマーカーのところ、鎖を拾って編んでもいいですし、鎖の半目と裏山に針を入れて、長編みを編んでもいいと思います。どちらでもいいと思うので長編みを1目編んで終わる形になります。模様編み3段目、鎖4目で立ち上がって4目目にマーカーをします。そしたら編み地をひっくり返してまた鎖を4目編みます。そしたら
長編み4目編みます。内側の一番端の長編みの目に長編みを1目編んで、あとの3目はこの鎖のところの穴に即に針を入れて長編みを編みます。はい。そしたら鎖3目編んで、前段の中長3目の真ん中に長々編みを編み入れます。針に2回糸を巻いて、ここの中長3目の真ん中に当たるここに針を入れて中長を編みます。1、2、3回。はい。そしたら鎖3目編んで、また長編みを4目編みます。3目はこの鎖のところに即に針を入れて長編みを編みます。残りの1目はこの前段の長編みの端のこの目に針を入れて長編み。これで長編み4目編んだことになります。そしたら鎖4目編んで、前段の鎖2目のところ、長編み4目長編み4目の間のこの鎖2目のところに長々編みを1目編み入れます。で鎖4目1、2、3、4目編んだら、一番向こう側の長編みの目に針を入れて長編みを1目編んだら、残りの3目はこの鎖のところに即に針を入れて長編みを編みます。長編み4目編みました。繰り返していきます。3段目の最後、長々編みを編んで鎖3目編んで長編みを4目編んだところになります。鎖を4目編んで、最後マーカーをしてあるところに長々編みを1目編み入れて終わります。はい。模様編み3段目が終わりました。4段目は鎖2目で立ち上がって2目目にマーカーを入れておきます。これで中長1目分にこの立ち上がりがなります。編み地をひっくり返して前段の鎖のところの穴に即に針を入れて中長を1目編みます。次、鎖4目編みます。そしたら長編み4目編みます。向こう側の4目目の長編みのところに針を入れて長編み1目編んだら鎖の穴に即に針を入れて残りの3目長編みを編みます。はい、これで全部で長編み4目編みました。そしたら鎖2目編んで、またこの鎖のところに即に針を入れて長編みを3目編んだら、前段の長編みの手前の端の目に長編みを1目編み入れてこのような模様になります。
鎖4目、中長を3目編みます。前段の鎖の長々編みの付け根のところ、側に針を入れて、中長を1目、長々編みの目に針を入れて、中長2目、鎖のところに側に針を入れて、これで中長3目編んだことになります。鎖を4目編んだら、また、長編み、向こう側の端の長編みに1目、鎖のところに側に針を入れて長編み3目編みます。繰り返します。鎖2目、長編み4目、鎖4目、中長編み3目、鎖4目で編み進めていきます。最後、長編み4目、鎖2目、長編み4目で、鎖4目編んだら、中長3目のところを最後は中長2目で終わります。鎖のところに側に針を入れて、中長1目、このマーカーのところに針を入れて、中長の2目目を編みます。はい、これで4段目が終わりました。次、5段目、立ち上がり鎖2目編んだら、2目目にマーカーを入れます。で、前段の内側の中長編みの目に針を入れて、中長を編みます。そしたら、この鎖のところに穴に側に針を入れて中長を編んで、これで中長3目編んだことになります。鎖を5目編んで、長編みを4目編みます。一番向こう側の長編みの1目を拾って長編みを編んで、鎖のところに側に針を入れて長編みを2目編んで、手前の長編みの1目に長編みを編んで、これで長編み4目編んだことになります。次、鎖5目。中長を5目編みます。この鎖のところに側に針を入れて、中長1目、あとこの前段の3目のところに1目ずつ中長を編み入れて、1、2、3目編み入れたら、この鎖の穴のところに側に中長を1目編んで、これで5目編みました。そしたら鎖5目編んで、また長編みを4目編みます。
繰り返し編んでいきます。5段目の最後に来ました。長編み4目編んで、鎖5目編んだら、最後、中長編み3目編んで終わります。鎖のところに側に針を入れて、中長1目、前段の中長のところに針を入れて、中長2目目、マーカーをしてあるこの目に針を入れて、中長を編みます。これで5段目が終わりました。6段目、立ち上がり鎖2目で立ち上がって、2目目にマーカーをします。編み地をひっくり返して、前段の中長、真ん中の目に針を入れて、中長を編みます。そしたら鎖5目編んで、長編み4目編みます。鎖のところに側に針を入れて、長編み3目編んで、3目編んで、4目目はこの端の長編みのところに長編みを編んで、これで長編み4目。そしたら鎖2目編んで、一番向こう側の長編みの目に長編みを1目編んだら、鎖のところに長編み3目。はい。鎖5目。で、中長を3目編みます。1目飛ばして、中長の2目目のところから1目ずつ編みます。1、2、3目、中長を編んで、そしたらまた鎖5目、長編み4目、鎖2目、長編み4目、鎖5目、中長3目と繰り返して編んでいきます。6段目の最後に来ました。長編み4目、鎖2目、長編み4目編んで、鎖を5目編んだら、最後中長3目で終わるところを中長2目で終わります。前段の2目目の中長のところに針を入れて、中長1目、このマーカーのところに中長をもう1目編み入れます。はい、これで6段目が終わりました。7段目は立ち上がり鎖4目で立ち上がって、4目目にマーカーを入れておきます。そしたら編み地をひっくり返して、そのまま鎖を3目編みます。そしたらこの鎖のところに長編みを3目編み入れて、
4目めは前段の長編みの端のところの目に1目長編みを編み入れます。これで4目長編みを編みました。そしたら鎖を4目編んで上がって長々編みをこの前段の鎖2目のところに側に針を入れて長々編みを編みます。で鎖4目で降りてまた長編みを4目編みます。一番向こうの長編み、前段の長編みの目に長編みを編んで、あとはこの鎖のところに3目長編みを編み入れて、鎖3目でまた長々編みを今度は前段の中長編みの真ん中のところの目に、針を入れて長々編みを編みます。はい、こういう感じの模様編みができます。また鎖3目編んで長編みを4目編みます。この鎖のところに3目長編みを編み入れて、4目めは前段の長編みのところに編みます。そしたらまた鎖4目長々編み1目鎖4目長編み4目鎖3目長々編み1目鎖3目の繰り返しで編み進めていきます。7段目の最後に来ました。長編みを4目編んだところになります。鎖4目長々編み1目鎖4目編んで長編み4目編んで今度鎖を3目編んだら長々編みで終わります。このマーカーを外して今のところに針を入れて長々編みを1目編みます。これは、繰り返し通りに編み終わる感じになります。8段目立ち上がり鎖3目編んで3目めにマーカーを押してそのまま鎖1目編んだら編み地をひっくり返して前段の鎖のところに側に針を入れて長編みを3目編み入れます。長編み4目めはこの端の長編みのところに1目長編みを編みます。これで4目長編みを編みました。そしたら鎖4目中長をこの長々編みの付け根のところのこの鎖の穴のところに側に針を入れて編んで2目めはこの長々編みのところ3目めはまた側に針を入れて中長を編んでこれで中長3目編みました。鎖4目で上がって一番向こう側の長編みの端の目に針を入れて長編みを1目編んだら
鎖の穴のところに側に針を入れて、長編みを3目編み入れて、で鎖2目、そしたらまた、長編みを4目編みます。長々編みの向こう側から針を入れて、側に3目長編みを編んで、4目目はこの端の長編みの目に長編みを編んで、このように編んでいきます。8段目の最後に来ました。中長3目編んで、鎖を4目編んだら長編みのところになります。一番向こう側の長編みの目に長編みを1目編んで、鎖のところに長編み3目編み入れて、で鎖2目で終わるところを鎖1目編んで、長編みをこのマーカーのところに1目編み入れます。はい、これで8段目が終わりました。そしたら8段で一模様になりますので、また1段目から編み方になります。立ち上がり鎖3目編んで、3目目にマーカーを入れます。そしたら編み地をひっくり返して、また長編みを2目編むんですけど、1目はこの前段の鎖のところに側に針を入れてもいいですし、この鎖の目を拾って長編みを編んでもいいです。はい、どちらでもいいです。たら、端の長編みの目に針を入れて、これで長編み3目編んだことになります。そしたら鎖5目編んで、中長を5目編んでいきます。この編み方は5段目の編み方がずれた形になるので、ちょっと編み方がわかんない場合は5段目を見て編まれるといいと思います。8段一模様で7回繰り返し編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。このように、8段一模様で7回繰り返して57段目を編み終えて、これが57段目で、58段目の一模様が編み終えたところになります。中長編み3目編んで、鎖5目で上がって、長編みを4目編んだら、鎖を2目編むところを鎖1目にします。そして、前段の長編み2目を飛ばして、この端の目に長編みを編んで、また鎖のところに長編みを3目編んで、同じ模様を編んでいきます。基本は模様編み2段目の編み方で、
鎖2目のところを1目に変更するだけになります。繰り返し編んでいきます。58段目の最後は同じ編み方で終わります。59段目立ち上がり鎖3目編んで3目目にマーカーをして鎖1目編んだら編み地をひっくり返して前段の長編みの端の目に長編みを1目編んだらまた鎖を1目編みます。そしたら前段の長編み2目を飛ばして端の長編みの目に針を入れて長編みを1目編んだらこの鎖のところに側に針を入れて長編みを3目編み入れます。これで4目長編みを編みました。そしたら鎖3目長々編みを1目真ん中の中長のところに編み入れます。鎖3目でまた長編みを4目編みます。鎖のところに側に針を入れて長編みを3目編んで4目目は前段の長編みのところに1目編みます。そしたら鎖を1目編んで2目長編みを飛ばして端の長編みの目に長編み鎖1目編んで、前段の鎖を飛ばして端の長編みのところに長編み鎖を1目編んで2目飛ばして端の長編みのところに長編み、はい、そしたらまた、鎖のところに長編みを3目編み入れます。はい、鎖3目で長々編みを1目編んでまた鎖3目で、繰り返し編んでいきます。59段目の最後に来ました。この編み方も、段の始めと段の終わりは同じ編み方なのでまた、鎖を1目編んで2目長編みを飛ばして端の長編みの目に長編みを編んでまた鎖を1目編んだら立ち上がりの鎖3目の3目目に、針を入れて長編みを編みます。はい、これで59段目が終わりました。60段目は立ち上がり鎖3目編んで3目目にマーカーをして鎖を1目編んだら編み地をひっくり返して長編みを編みます。前段の長編みを編んだところ、はい、こちらの目に、隅から2つ目の長編みのところですね。こちらに長編みを編んで鎖を1目編んで、
前段の長編み4目の端の目に長編みを1目編んで、また鎖を1目編んで、下の2目を飛ばして端の長編みのところに長編みを編みます。そしたらこの鎖のところに側に針を入れて、長編みをまた3目編み入れて、長編み4目にして、ここの鎖は2目編みます。はい。ここは2目にしてください。そしたらまた、鎖のところに長編み3目編み入れて、前段の長編みのところに1目だけ長編みを編んで、このようになります。そしたら鎖を1目編んで2目飛ばして端の長編みに長編み、鎖を1目編んで前段の長編みのところに長編み、また鎖を1目編んで長編みのところに長編みで、鎖を1目編んで長編み4目の端の目に長編みを1目編んで、こういう感じになります。そしたらまた鎖を1目編んで2目飛ばして、この4目目の端の目に長編み、長編み3目はこの鎖のところに側に針を入れて編み入れます。全部で4目編んだら鎖を2目編んで、また側に針を入れて長編み3目、長編みの目のところに長編みを1目編んで、このように繰り返し編んでいきます。60段目の最後、長編み4目、鎖2目、長編み4目編んだら、鎖を1目編んで長編み2目飛ばして端の長編みに長編みを1目編んで、鎖を1目編んで長編みのところに長編み、また鎖を1目編んでマーカーのところに長編みを編み入れて、ちょっとボケててすいません。長編み1目編んで、これで60段目が終わります。61段目、立ち上がり鎖3目編んで、3目目にマーカーをして、鎖1目編んで編み地をひっくり返します。そしたら前段の長編みのところに長編み、鎖を1目編んで長編みのところに長編み編んで、ここのところも2目飛ばして端の長編みのところに長編みを編みます。こういう感じになります。そしたら前段の鎖2目のところに、この穴のところに側に針を入れて長編み2目編み入れます。ここは模様編みのところと同じです。こちらで、長編み4目編んだら、また
鎖1目、2目飛ばして端の目に長編み、あとは鎖1目、長編み1目、鎖1目、長編み1目を繰り返し編んで、また模様編みのところに来たら長編みを4目編みます。ここのところも2目飛ばして、ここの端の目に長編みを編んで、ここのところだけ長編みを編む形になります。あとは長編み1目、鎖1目で編んでいきます。はい、61段目の最後に来ました。ここで長編み4目編んだら、鎖1目、長編み1目、鎖1目の編み方で最後終えています。そしたら62段目。62段目は全部長編み1目、鎖1目の編み方になります。立ち上がり鎖3目目にマーカーを入れたら、鎖を1目編んで、編み地をひっくり返して、長編みの目に長編み。鎖を1目入れて、長編みの目に長編みで編んでいきます。で、この、長編み4目のところの真ん中の2目を、飛ばして鎖を1目入れて長編みを1目編みます。はい、で66段目まで方眼編み、この長編み1目鎖1目の編み方で編んできました。そして最後の1段は立ち上がり鎖1目編んで、細編み1目鎖1目で編んでいきます。長編みの目に細編み、鎖を1目編んで、長編みの目に細編み、鎖を編んで、長編みの目に細編み、これを繰り返し編んでいきます。そうすると最終195目になります。作り目は206目だったので9目減った形になります。最後、細編みを編んで鎖を編んだら、立ち上がりの鎖3目の3目目に、針を入れて細編みを編んで終わります。そのまま糸を引き出してカットして、そのまま糸端の始末をします。針に糸を通して、どちら側でもいいんですけど、この端のところに糸端を縫い付けて始末します。はい、時々このように糸を返しながら縫い付けます。はい、ある程度いったら折り返してこのように縫って糸をカットします。玉と玉の端の糸端も同様に編み地に縫い付けて糸端を始末します。はい、こういう感じで目立たないように縫い付けてカットします。
そういうに始末していってください。そしたら最後にスチームを当てて形を整えたら完成になります。